ここまで至ったちょっとルーツ的な、はい。言ったら市長をやられてて、はい、で市長時代のこうイメージってね、こういろいろとありますけどこううまくいったところはよく聞くんですけど、はい、逆にすごいミスったなとか、しくじったなみたいな、結構そういう話もね聞きたいと思うんですよ。でそこになんかコアがあるのかなと思って、これはうまくいかなかったぞっていうこと何個かありますか？うまくいかなかったという意味では、はいはい、自分が目指してたところに届かなかったものは、まずありますね。それこそ副首相を公募して、でも議会の承認が下りなかった。はい、ありましたね。はい、公募の。で、無印がせっかく来てくださるっていう話があったんだけど、議会が承認したかったので、通らなかった。通らなかった。それでなくなってしまった。それらは願ってたものが叶わなかったっていうのはそうですけども、ただ失敗だったかどうかっていうと、そういう評価でもないんです。ああ、なるほど。なぜかというと、自分の責任においてやるべきことは全部やったと自信を持って言えるからなんですね。だってさっきの話ですよ。やるかどうかは議会が判断していいんです。議会しか判断できないと。それならば、それがまた民意なので、市民の代表なので、私が文句を言っちゃいけないんだろうなって思ってました。なるほど。なんかこう、やっぱりこれはやった。それはだからうまくデータも取れたし大丈夫だっていうところと、なんか反省したり落ち込んだりする日もあるんですか？言い過ぎたなとか。なんか。それはあります。あります？それはあります。でも、対外的なところでは、そんなにない。あ、そうなんですか。特にメディアとか、この露出してるところでの発言は、ものすごく細心の注意を払って喋ってますので。それすごいですね。なんかこういう対談もいくつか見させていただいたんですけど、怖い人かと思ったら優しかったっていうそういう感想をよくもらってらっしゃいますよね。はい、あります。その上でそれは切り抜きのせいだとおっしゃってるんですけど、昨日の私生配信見たんですよ。MX テレビと NHK さんに切り抜かれてないままで怖かったんです。東京 MX と NHK が血祭りに上げられるっていうそんな30分、地獄の30分間待ってるんですけど、ようこそお越しくださいました。結構激しかったんですよ。いや、あれは千載一遇のチャンスだと思いまして。いや、何ですかそれは。はい。だってマスメディアの方っていつもこの向こう側にいらっしゃって撮る側だですよね。で、後ろ姿さえ映らなかったりするじゃないですか。で、その後取材した収録したものはうまく加工して世に出るとなると、もうこっちからはもう本当にガラスの奥にいる人間と外にいる人間で完全に扱われるサイドなんですよね。そうですね。編集権ないですからね。それが全く同じリングに上がってきたぞ、よっしゃと思って。いや、上がってはいないと思いますよ。無理やり上げたんですけどね。入れたんですよね。カメラ向けて無理やり上げたんですけど、でもあの時、その中のお一人が、あれ終わった後かな、よかったら次またお越しくださいっていう話で、いや自分これありかもしれないです。どういうことですか？また出てみたいって。MX の人ですか？そう。ちょっと嬉しそうでしたもん。そう、嬉しそう。いやだからどうだって言ったけど MX の人嬉しそうって私はちょっと思ってた。でもない感じですね。確かに。出たい人いますよ。でもあれは一つマスメディアにいい変化の兆しが出てきてるってことじゃないかなと思いました。なるほど。どういう変化ですか？まず YouTube のライブ配信の取材に来ると、これが新しいと思うんですね。確かに放送を放送するわけですよね。なんだろう、こうめっちゃ失礼ですけど2万1000時間が有り余りますよね。いやすごいこと言ってましたよ昨日。たかだか二次情報を扱ってるメディアが世の中を動かしてる気でいたんですよねって言ってましたよね。そんなひどいこと言ったっていいんですか？いや私メモりましたもん。石丸さんの本読んでメモってて生配信見てこれメモんなきゃと思って。テレビ局、新聞社、たかだか二次情報を扱う身で世の中を動かしたつもりになってませんでした？でも実際世の中動いてたんでしょ？すごいこと言ってると思って。いやー、思わず本音が出ましたね。細心の注意。先ほどと違う細心の注意。いや、あれは細心の注意を払った上でなんですよね。というのは、あの時、同説の数がめっちゃ伸びてたんですよ。すごかった。7万？最終7万。で、5万過ぎたあたりから、
これは今日ここで記録を打ち立てるべきだっていう意識にもなって、そのためにどっかで何か、ね、パワーワードを入れようずっと考えながら話してたら恥を知れ以来のそうです、いけるぞ、よし来た、たかだかってたかだか二次情報を扱うメディアが世の中を動かす気になっていたのか。面白い。半沢直樹じゃない。そこまで入ってる。面白い。そんないいこと言って。面白いまで入ってますけど、盛ただ基本のラインはそうですね。加工しちゃいましたけど。それで気持ちよくなってたんでしょみたいなね。そう。あんな折り方ないですよね。追い込みすぎじゃないか。あれ1対1の飲み屋であれやったら、喧嘩になってますね。喧嘩になる。いや、でもそれぐらい既存のマスメディアに対しては強く思うことあるんですよね。中国新聞さんとのやり取りも含めて、どういう根本的な怒りがあるんですか、それは。実は怒りが出てるんですけど、その根源にあるのは期待なんですよ。なるほど。だってどうでもいいやつに怒らなくないですか。なるほど。さあね、何かこう感情の発露というか、はけ口でその攻撃する人いるかもしれないですけど、それ僕無駄なのでやりたくないんですよ。投資なんだ、ここも。そうなんですよ。どうにか変わってくれるかな、そのもの自体じゃなくても巡り巡って世の中何か良くなってほしいなっていう思いで苦言を呈すっていうのを一応やってるつもりなんですね。どういう関係でありたいんですか、新聞とかマスメディアとは。もっとこっち来いよっていうね、もっとこうなれよっていう。お互いに尊重する関係。でもそれって職業人ってそういうもんじゃないですか。プロってお互いにプロフェッショナルとして立場がある、役割があるわけですから、どっちが上下偉いとかじゃなくて、対等の立場で言い合う。尊重されてないって感じるわけですか。だってね、気持ちいい気持ちよくなってんでしょっていう風に見えちゃうんですね。俺たちね牛耳ってるけどみたいなっていう風に見えちゃってるのがもうおごりじゃないですかっていう問題提起です。なるほどな。いやでもその言葉の使い分けとか、政治家さんって刺さなきゃいけないしインパクト残さなきゃいけないけど、失言できないっていうそうですねところもある。あの怖さありますよね。でもそれはそれこそ中田さんの方がよほどこのねテレビというか芸能の世界で生きてこられて、その緊張感を常に味わってこられたんだと思うんですよ。生放送怖いんですよね。そうですよね。でもそれはどういう感覚で乗り越えられてたんだろうってのは逆にちょっと質問したかったんですよ。いや乗り越えられてると思ってないんですよ。ロジカルに怒ってらっしゃるかもしれないですけど、私は感情のままに生きてここにたどり着いたので学びたいですよね。ロジカルにその感情をコントロールできるならば、それぐらいやっぱり怖いなと思いながらやってるんですよ。だからすごいチェックしますし、編集も。そうか。その意味では、感情、特に怒りのエネルギーは、こうストックしたいなって思ってます。ストックするって負の感情を蓄積するってなんかね、悪いイメージあるかもしれないんですけど、それはなんかでもその場で吐き出しちゃうのが結構危ないので、確かに、ね、例えばなんかこう腹の立つ批判、誹謗中傷来るじゃないですか。やじきますね。でもそこで脊髄反射で言い返したら、火に油が決まりパターンじゃないですか。なのでこいつ絶対後でしばくと思いながら後っていつなんだろう。でもそれはいつ来るか分かんないけど、いつか見てるよと。いつか絶対これはやり返す。倍返しじゃん。やられたらやり返す。倍返しだ。半沢直樹ね、怒りに任せてそこでバシンってやらないじゃないですか。確かに。虎視眈々と反撃の機会を伺うんです。確かに。それが重要なことだ。アンガーコントロールできるわけだ。でもアンガーコントロールは自分のためなんですよ。だって倍返ししたくないですか。確かにね。いつかは乗り越えたい。そうですよ。ここでね、1もらって1返すなんて、そんな僕ね、殊勝な人間じゃないんですよ。欲張りなんで。返す時には倍で返しますよ。来ました。すごいね。そのエネルギーがいいですもんね。前に進むエネルギーだし。これって秋田方市の時はみんな見えてたんですけど、その前の銀行員時代。この為替アナリストでニューヨークに駐在してたっていうプロフィールなんですけど、為替アナリストはどういう仕事なんですか？為替相場、例えばドル円が今101ドル159円とか8円とか、今ホットなね、このドル円、円安になってると、
ドルが上がってるっていう。これが次どうなるんだっていうのを分析して予測する仕事です。その仕事と今の仕事って今の仕事の方がなんかしっくりきてません？いや、そんなことないです。アナリストの仕事をってなんか今イメージと辻褄が合わないですよね。そんなことないですか？そうですか。なんかすごくこう人前に出たり、はいアピールしたりコミュニケーション取ったりがお好きな方なのかなと思うんだけど、もう一歩のロジカルの方がそっちで発揮されたんですか？実はいはアナリストってはい。プレゼン大事なんですよ。それ知らないです。はい。どういうことですか？為替アナリストはうん分析してその予測を、はい。文章に落としてレポートを書くのと、はいあとはセミナー講演会で話をするんですね。うんそうした時に1時間とかの枠で為替の話、その大元にある経済の話とかするんですよ。これが普通つまんない。ちょっとね難しそうだし。そうなんですよ。難しいし、結局どうなるかわからないところはあるんで、うん。多くの聴衆は寝たりするんですよ。普通。うん。た時に絶対寝ささない。1時間。為替アナリストリポートで、はい。どうするんですか？もうとにかく緩急つけて、興味関心を引きまくる。っていうのを、特にニューヨーク駐在をしてた前後は、自分はこれが天職だと思ってたんですよ。なので、絶対ここで生涯一流を目指すって、トップを目指すって思ってたので、とにかくそのプレゼンの練習トレーニングは重ねました。為替アナリストって結構成果報酬型ですか？いや、うちの場合は日本の銀行だったので、そういう意味では他の銀行員と待遇はほぼ一緒です。そうなんですね。なんか他の金融だとかそういうのあるのかなと思ったんですけど。外資系だとありますね。そうですよね。それでトップを目指すぞって思ったところがガッて変わるのは、そっちの夢が何か止まったから違う目線に開いたのか、それを目指しながらも政治家の河合事件のチャンスが来たのはどっちですか？後者です。地元で大事件が起きてしまったので、これは自分が帰ってみるしかないなって思いました。じゃあ一個その夢は横に置いてこっちだろうと。そうですね。本当にそこだけは苦渋の決断というか、ものすごい後ろ髪引かれました。そうなんですね。もう本当に願って手に入れたポジションだったんですよ。もともとは為替アナリストじゃなかったですもんね。銀行に入って最初は法人営業とか姫路支店ですよね。でもその後は実はリサーチっていう部門、そのアナリストのフィールドに入ったんですよ。で、為替アナリストが最後ですけど、その前が債券のアナリスト、日本国債とか。で、その前がマクロ経済を分析する、呼び方ちょっと変わってエコノミストって言うんですけど、エコノミスト、債券アナリスト、為替アナリストなので、ずっとこのリサーチバタを歩んでたんです。狙って得たポジションってどこのこと言うんですか？このエコノミストのところから。なるほど。営業店から次の移動で、本部のリサーチに入る。何年目でしたっけ？3年目ですね。でも3年目でもう目標のラインには入ってたんだ。本当に幸運なことに。でもその先の一つ一つのキャリアも本当に、特に上司のおかげで一個一個ステップアップできたので、もっぺん人生やり直しても他のことは例えば大学入るとかはなんとかなる気がするんですけど、そこのニューヨーク駐在とかに行ける自信はないですね。それぐらい難しいルート。だって銀行員うちの会社に3万人いて、為替のアナリスト、初代ですから。ニューヨーク駐在でね。これじゃあその時の上司の方とか同僚の方とかは今どういうメッセージを送ってくれるんですか？とにかく頑張れと。お前ならやってくれるんじゃないかっていうふうに。でもこれは銀行を辞めて市長選に出る時もそう言ってもらったんですよ。それすごいですね。もういきなりこれで会社辞めますって、明日から行きませんみたいな連絡を会社にした時に、上司先輩方が「いやお前がそこまで言うんだったらやる価値があるんだろう。あとは仕事はいろいろあるけど全部引き取るから行ってこい」って。すごい信頼得てる。めちゃくちゃ嬉しい。理想的な送り出され方ですね。もうでも明日の仕事も1週間後の仕事も全部スケジュールある中で、全部放り投げて帰らせてもらったんですよ。そうか、急なことでしたしね。はい。でもこの銀行員になる前にもともと幼少期から
政治への興味あったみたいな発言もありましたよね。あれはちょっと父親が面白おかしく持って言ってました。そうだったんだ。だって子供の頃に末は博士か大臣かって言うじゃないですか。あのノリです。なるほど。偉い人になりたい。要は町長になるぞみたいなね。あのレベルで言ってたねっていうところ。そういう感じなんですね。へえ。その地元でのその銀行員前、学生時代。京都もありますけど、学生時代からそれぐらいバリバリやってたというか、かなり上昇したい。そうですね、上昇志向というほどではなかったんですけど、そうじゃない。ただすごく田舎の町に生まれた、それを不遇だと思ってました。よくインタビューで答えられてますよね。ここの狭いところにね閉じ込められたくないぞと、でかいとこ行きたい、それこそテレビを見てなんか東京とかめっちゃかっこいいおしゃれみたいな、それにとにかく憧れる田舎の小僧だったんですね。その少年が東京を変えたいっていうのはドラマですよね。でもそれがまんざら嘘じゃないというか、現実味を帯びてるっていうのがすでに日本っていい国になったんだなと勝手に自分ながら思いました。どういうことですか？だって一切家計に政治家いないんですよ。そうか。それが地元の市長になって、そしてそこから次首都東京の知事を目指してるっていう、それだけで他の国でまずないと思います。他の国ってもっと固定化されてるんですよ、身分が。先進国といえども。た時に本当にこのなんだろうな、こう成り上がりですらないような存在が今選挙戦に出てこう競ってるっていう状況。確かに、日本ってすごくないですか？ただこの都知事選の非常に得意なポイントでもありますよね。有名人が時の風でなることもあり得る。青島幸男さんもそうだったし、石原さんも、そういう意味で言うと都知事選はそういう意味で開けてますよね。確かにそうですね。ただ国政はだいぶとあれじゃないですか、世襲気味じゃないですか。あそこは本当にアップデートされないですね。これ国政の話をね、今たまに聞かれても今都政だって思うと思うんですけど、思うところはありますよね、その変わらなさというか。なので、国政に対して自分が全く触手が伸びないっていうところ、なるほど。あれに自分が加わろうって気になれないです。都政をステップに国政はこれありえない。ないです。先ほどのね小池さんの希望の党に関してもちょっと思うところありましたもんね。それやって何になるんだろうと思って。確かに今の政治力学的にはそれがこう効率的に見えても、それって本来の都民国民のためじゃないと思うんですよ。自分のためにやってます。自分第一みたいなね。確かに確かに。今の皮肉ですけど自分ファーストになってないのということですよね。ただこの国政との向き合いの中で飲み込まれるんじゃないかっていう恐怖、ね、だってまさに今そういう状況になってるし、そうなったら嫌ですね。石丸さんが飲み込まれてほしくないですよね。でもやっぱり飲み込めないんじゃないかなと思います。それは向こう側がまずこんな異物を飲み込む体質じゃないと思う。どうします？破格の待遇で飲み込んだことしたら。どうしようかな。いや出ちゃってますから。どうしようかなじゃないですよ。何言ってくるか分かんないですよ。とんでもない、もういきなり大臣とか。どうしようかなじゃない。今揺らぎが見えました。揺らぎがね、ドンですよ。さすがに揺らいじゃった。揺らいじゃいます？揺らがないですね。だってここは。それをやって自分の願いが叶わないんですよ。なるほど。だって大臣をしたいなんて夢はないです。なるほど。それこそ総理大臣になりたいなんて夢もないです。最年少総理大臣とかね。何の興味もわからないです。それやりたい人がやったらいいと思うんですよ。夢はどこに？都知事ですか？今目指してるのは都知事です。でも自分が願うのはそれこそ本当の政治の再建です。どういう意味かというと、多くの国民が政治つまんないと思ってる。このオワコンを本当に終わらせたい。この政治家の一層って都政の中で勝ち筋どこにあるんですか？まずはこの何の後ろ盾もない人間が都知事になる。そうすると、東京都民さすがみたいな、民意ってあったんだって、それが
首都なんで、うん全国に伝播すると思います。響き始める。なるほど、はい、そうするとまず今の政治家の意識が、あ、これまずいな、うんうん改まりますし、何よりこれまで意思も能力もあったけど、うんこれは近づきたくないとうん思ってた人たちが、じゃあ自分も行ってみようとおー参入してくるわけですよ。新規参入、うんこれでようやくマーケットが活性化するんじゃないですか。じゃあ都から東京を動かそうってまさにキャッチコピーは、はいもうそのものズバリ東京を動かしたら全国動く、そしたら政治は一層できるってはい倍返しだってことですね倍返しですね。いや素晴らい。しい、ここは最後多分100倍返しになってると思いますよ。なるほど、はい、国が動くんですから。いやこれは面白い話聞きました。もうタイトなお時間の中で15時っかり、いやー野水のお話聞かせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。一応聞きますけど、はい初対面の私いかがでした？皆さんのリアクションの方が気になったんですけど、おお YouTube のチャンネルではい秋田方氏を取り上げててくださって、うんうんあっちゃんがこっち向いてくれてる、すごいミーハーな気分でへー今日すごく楽しみに来たんですよ。はいはいはで実際に会って話すと、うんなんかやっぱり同級生同世代なんだなっていう感じがなんかい。もうなんかノリというか、うんうん雰囲気がすごく通ずるところがあったんで、うんちょっと今度エヴァンゲリオンの話しましょう。あよかったちょっと仲良くなりたいですね。ありがとうございます。あそうだ実は、はいこの2日後にまたニュースピックスで、エヴァンゲリオンエヴァンゲリオンわかんない。ニュースピックス側がどんな企画を用意するかわからないですけど、はいまた対談させていただくということで、はいなんか2回連続なんですけども、今度はまたちょっと違うサイドはい。お話しし合いたいですね。ぜひ。じゃあ今度はなんかダークサイドをね、さらけ出すダークサイドもっさっきのことの激しいのが聞けますかねもしかしたらね。もしかしたらもっと違う一面が見れるかもしれないし。なるほど。実は今控えてるのが一つあるんですよ。なんですか？それは批判。おお。今日話の中で確かにちょくちょく出しましたけど、漏れてましたけどね。はい、でも基本それを今あんまり出さないようにはしてるんですよ。あいいじゃないですか、はいじゃあでも次は。それをあえて出してみるっていう、うんどこか部分があっても面白いのかなとは。じゃあちょっとこの続きは攻撃力強めの。まずこれはスタンダードの。はい。次ちょっとアドバンストで行ってみますか。ですね。攻める感じで。じゃあしっかり寝て2日後また会いましょう。はい。元気になってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日のゲストは石丸俊二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも次はあなただ。